はい、皆様こんにちは、レイナとゆかの水曜昼下がりーず。で、今日本当に水曜日だよね。違う、今日火曜日あ、だよ。間違えたいや、日本は水曜日っていうことで、そうそうそう水曜昼下がりっていうことでいいじゃないそうなのよ。今日はですね、公園に来ております。でゆかがね、もうなんかもう後でいいからあそうゆかにもねトピックを出してもらおうと思って。だっていつも私が出してるから。で今日のトピックはですね、子育てのトピックです。子育てのトピック。はい、バイリンガルはもういいです。2回も3回もやりません。そうだね。ちょっと時間経ってからやります。うん今日のトピックは、自分が子育てしてみて、うんこれやっといて正解だったな、私すごいっていうのと、うわこれやっちまってやっとけばよかった、もう最悪なお母さんと思ったのは何ですかっていうのを皆様とシェアしようかな。いいところは思いつかない。やっといてよかったは思いつかない。やらなければよかったはもうパッとすぐ思いついた。じゃあやらなければよかったからどうぞ。やらなければよかったは本当私これやっといてよかったって思うことってもう私思いつくよ。あなたは本当にバイリンガルの日本語に関しては誰以上にやっといててよかったはず。そうかそうか。それ待ってごめん、その前にごめん、逆光ごめんね。こっちにしちゃうとこっちにパークあるから人がいっぱいいるのだからごめんごめんいいよ。はい。そうそう、やらなきゃいけなければやらなければよかったは食事。一人目が初めてで分かんないじゃん、食あれが。それで離乳食とか始まって、ですっごい好き嫌いがいっぱいあったの。覚えてる。そう、そんでなんか、こうなんかさ、レイナに本借りたじゃん。これを何ヶ月ぐらいだったらまずこれを食べさせましょうとかで、なんか私なんかもうすごい全然頭がさフレキシブルじゃないからさもうさ、じゃあ何ヶ月だからこれを食べさせようとかさ、これまだ食べさせてないとかさ、すごいなんかさ、それにもう本当でレイナから書いたから、レイナがめっちゃチェックきちんとしてあってさ、そうそうそう、覚えてないわ。私もこれでやんなきゃいけないんだってもうすごいさごめん。思って、それだけどなんかそれの通りに食べてくれないから、なんか、食べなきゃ食べないでいいやっていう頭がもうなかった。だからなんでこれ食べないんだろう、これ今の月齢でこれ食べなきゃいけないのにとかさ、なんかそういう、ここまでになっちゃったんだ。そうそう、あの人の時そうだったよ。それでなんか、それででももうなんかもうすごい結構精神的に参って、離乳食も作るのに食べない捨てるみたいなののも感じがあって、またずらすのごめんね。いいよ、喋っててよ。そう、水出たそう、そんででもなんかもうある時もう本当にもういいやってなって、でなんかチェリオが主食なしで覚えてる。あとね、あれが母乳が全然やめられなくって、だから結構長い間ずーっと飲んでた。1歳半まではいかないかわかんないけど、私2歳弱まで続いてたよ。私は2歳だからなんていうの、離乳食が少ない状態でってことだから、栄養の大元が母乳っていう感じが結構長くて、そう、そんでなんかで食べないって言って、じゃあこれ食べない、これ食べないこれって、そのほら代わりにね。そうそうそう、だから今もすごく好き嫌いが多くて、下の子に比べると、僕これ嫌だとかがすごい多い。でも下はもうはいそれだから今に一番上もそれにして3人で食べるじゃん、食卓囲んで。だからもうこれがもう出たものこれだけ全部食べないともう何もないしっていうので、もう下が生まれてからやり始めたけど、まあもうだから3歳4歳ぐらいまですっごい大変だった。ということは皆様、子供たちがいやいや言っても我慢強くも食べさせるしかないよね。そうそう本当そう、私それなかったもん。ごめん、どうぞ。いいよ、続けて。だからほら、ね、辛いとかなんとかとかそういうあれじゃない限りね、もう作ったものを食べてくださいっていうね。でもそれは言えるかもしれない。私はすごくラッキーで、そこはね1時間かけて私は離乳食を食べさせてた。食べるまでだからリンゴ吸っとくじゃん、食べたがるじゃん。これどうしよう、嵐が入ってたらふわーって風が入ってたらもうこれでトニーがもうやってもつってこれ食べてからよって全部食べさせてから私はやってた。そう、それをだからそれがまず、そんでだからあれもあったのよ、口も開かなかったの。そうだからそれであれですよあれですよとか言って、何ですか。ファミリードクターに相談して、栄養士の人に相談に行ったら、全然だからもう口自体開かないんですよって言ったら、じゃあね、なんかそんなのカロリーがあればいいんだから、オリーブオイルでもねスプーン1杯あげればいいのよって言われたの。そう
でも、うん口開かないんですよって話じゃん。鼻から入れましょうか。そうそうそう。だからいや何をどうのじゃなくて口を開かないんですよって。やったそうやった覚えはないかな、多分、無理やりっていうか開かなかったら食べさせた覚えはないけど、とにかくなんかそう最初口開かない、それでピッキーとか結構ね本当に大変だった、あの人は。じゃあこれから今ね子供を育ててる人で同じ状況の人にはどういうアドバイスがある？その経験してみて。必要最低限の水分と、栄養があれば死なないし病気にもならないと思う。こっからここになんか真ん中でじゃあ一番何が大事って鼻水ちょっとごめん服よ服でお母さんの心の健康が大事。そう今みたいな本にとらわれちゃってでしょ。そうとか、食べないどうしようとか、もう食べなきゃ食べないでいいし、あとこっちは本当にほら離乳食のほらパッケージのやつがさ、すんごい甘いとかさ美味しくないとかじゃん。私使ったことなのよ。なんかその試した時に、ブレーって感じなの、でも日本のって超美味しい。離乳食のこんなパウチに入ってるやつとか。じゃあいいじゃん、日本はね問題ないね。そうだから日本1歳ぐらいの時に行った時にはもうそればっかり食べろ食べた。そんで日本食べた。じゃあもしかしたら口に合わなかったのかもよ、ただ単にかな。でも味付けとかも知らないじゃん、それはもちろん。だからちょっと塩とかさ、でほらそういうのは旨味が入ってんじゃんいわゆる日本の本当に旨味ってやつね。なんか日本英語にはない旨味。多分ね。じゃあみんなお願いね。本は本、あれはただ一般的な情報であって、あれは聖書とかそのね法律書ではないので、フレキシブルに行こうってやつね。私はその逆でね、フレキシブルに行き過ぎたために問題が起きた。そうだった。男の子の育て方っていう本をママに送ってもらってて、で見てたのよ。その中に男の子は特にちっちゃい時にその片付けるっていうことを教えとかないとダメですよって書いてあったの、でね、大丈夫だよそんなのと思って、私そういうことやられると本当かなとか思ってやっちゃうんで、戦っちゃうの本とかとほんたらね戦うの、辞書とも戦うんだけど英語やってる時に、負けた。本当一切ダメ。もう本当にダメよあの人。もうラッピング、飴食べます、ラッピング置きっぱなし、または床に置きっぱなし、カーペットに置きっぱなし、何も思わないみたいなので、靴下も脱ぎっぱなし、もう全部そこにいたんでしょさっきっていうのが分かる状態で動いちゃってるから、あれはね本当だったわ。初めからきちんと言うこと聞いておけばよかったと思いました。なるほどね。教えた？教えてないかな。私ダメなんだよね、いくら言ってもダメ、もうだからもうこれは自分が大人になって汚ねえとこに住んで、汚ねえんだって気づいたらやるかなとか思って。なんかそれに関しては、旦那がそうだから、子供のお菓子のカスとかよりかも、旦那のなんかいろんなものが置きっぱなしの方が目についていちいち言うから、子供のそれはそんなに目につかない。我が家はもしかしたら子供がさ反面教師でさそれから学ぶかも。うちトニーが一番汚いんだよ食べるのは綺麗なんだけどさ、やられたなと。でね本当にないの。よかったな、やってよかったなと思う。やってよかったな。じゃあ例えば、何？私から行くよ、私はねこれはちっちゃい時から決めてて、いじめられるのを前提で私子供育ったの。だから自分のためにこう立ち向かえる意思をはっきり言える子にしたいっていうのと、あと自分ほら私いつも友達こう遊びだとやってあげられないから、自分で友達ができるように輪に入っていけなければいけないと思ってたから、それを中心にちっちゃい時から意識して動いてたのよ。だからコミュニティセンターもここがコミュニティセンターなんだけど、そこだけじゃなく絶対にもうあっちの方とかこっちの方とか違うところに行かせて、違う子たちに合わせてたらうまくいった。サッカーで新しいチームに入ってもすぐに「はーい!」とかで友達ができる、そういう能力がつけれたから、もしよかったら一個のとこじゃなくって違うとこに連れてってこう私も輪に入るんだよ一緒にね。そうしたら人に見てわかるじゃないやり方を。だからそういう風にやったら友達作れるようになった。
でそれからともくん、私初めに何か言ったのに忘れたわ。何いいこと言ってた？友達作る、そういじめられるのを前提にということで、ちっちゃい時から言いたいことははっきり言いなさいって、嫌なことは嫌だって言われて分かんないんだからって言ってたら、やっぱ3歳かなんかの時に5歳の子かな、4歳か3歳の時に5歳の子にボール取られてた時にNo, don't touch it, it's mine! It's funny to you, but it's not funny to me! って叫んだからよっしゃで、そんですぐにその大きなこと仲良くなれたの、だからよかったなっていうのは思った。なるほどね、そう、それ私は本当はこの動画で中心に伝えたかった。ほんとはゆかちゃんないって言うから。だって何がいいことだかなんかこれが日本人のあれかもね。何？こうなんか悪いところは思いつくのに、だからいいとこが目につかない。人のなんか欠点はよく目につくのに、褒めるとこが目につかないとかさ。だってさ、私この3人見てるけどさ、まあ2か10本分だったよね。2人すごく落ち着いてさ、ハメ外さないしさ、さっきもさ、前はもともとなんてさっちゃんがおとなしかったでしょ、でさっちゃん出てくるんだじゃん、でまたさっちゃんおとなしくなってんじゃん、今だけどアレックスがさ、またさっきも「はいレイナー」とかさ、きちんと挨拶ができるようになってるじゃん。いいんだよ。そうかそうだね。そうだからまあたまにね、今もゆかも言ったけれども、自分のことはこれできてないあれできてないって感じちゃうかもしれないけど、実際はたくさんいいことができてるはずだから、そこをじゃあ見つけて、じゃあこの教訓、ここの動画の教訓は、自分はよくやってるんだって。やっぱ褒めてあげよう。何年前褒めてあげようの動画作ったの。なんかやった気がする。5、6年前よ。隣の人を褒めてあげようっていう動画作ったよ。ゆかはすごく頭がいいってやつ。あったかもしれない。レイナは私何言ったか分かんないっていうかそうだからね、1日1回、ね、ちょっと自分にやってないなとか思っても、いやでも今日はこれができたからよかったって褒めてあげよう。で子育て特に、ほっといても子供育つから。育つね、でもほっといていいって言ってるわけじゃないから、誤解しないでよちょっとでも言うとなんかね、動画って伝わらないことがあるからさ、難しいね。そうでもゆかちゃんも頑張ってるよ。それも3人だから、なんだ私鳥だけだから。そうでもだからそれがまたあれだよ、あれなのよ。話がまた変わるんだけど。いいよ、まだだってもう12分喋ってたわいいよ言って私の性格は3人とかっていう1人以上でよかった性格。そう本当に。だから今ので分かってる。その食事のこともそうだったでしょ。ノイローゼとは言わないけど、こうすっごいこうなっちゃったでしょ、だからもうニコスもなんか一人でずっとこうやって見てて、で他にほらやることないからさ、もうこの人だけこうじゃん、だからさ、なんか何ができないとかさ、他の子と比べてとかさ、そう、あとなんかだからそれも食事がもう今一番困ってたことだったでしょ、それだからなんかもう気の散るところがないからさ、だから今2人ができてさ、気が散っても何毎日してるか分かんないぐらいの方が私の性格には合ってた。ゆかはどういう性格だ？だから基本的にじゃあ今分かったけど、なんていうの、こう案外完璧主義だよね。そうだから一人だったら多分、子供をすごい追い詰めちゃう親。で私は案外完璧主義なんだけど、でも他でもこうほらあれが何？いやなんて言うんだろう。私挨拶、ありがとう、きちんとこう人の目を見て喋るとか、ベーシックができてれば何でもありかな、どちらかというと。ゆかよりも私の方がフレキシブルか、そういう本とかに関しては。そうだね。もう今はもうすんごい適当母さんになったけどね。だってもう何でも恋のお母さんって感じだから、素晴らしいと思う、私そこは。そう、ありがとうございます。だからやっぱりみんな褒め合おう、やっぱそこということで今日はですね、自分たちが子育てしてみてやっといてよかったなと思うことで、やっとけばよかったなと思うことを少しでもね、今子育てで苦労してる人、またはね、なんていうの、これからもしかしたらっていう人でなんかのプラスになってくれたらいいなと思います。なんかまた具体的なことがありました。私プロではないですが全然プロではないですが、経験談でシェアできるものがあればしたいと思うので、コメント欄に書いておいてくださいそう、マスクということで、今日は見てくれてありがとうねってことで、レイナとゆかのつよ昼下がりずでした。またねー。バイバーイ。